皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを解説していきます。まず最初に取り上げる話題は、ヨーロッパの再軍備計画。ヨーロッパ各国における安全保障に対する危機感の高まりから、今は軍需産業には関わってはいないんだけれども、かつてはそうであった企業が戻ってくるという話題が上がっています。かつて戦車を作っていたドイツのメーカー、ポルシェが再び戦車を作るかもしれないという話が上がっています。その他ヨーロッパにおける再軍備計画の関連として、ウクライナに対しても軍事支援のお金が少しずつ集まっています。そしてアメリカ、ロシアとの間におけるウクライナの停戦協議の影響によって、ロシア国内でも戦闘終結を望む声が上げやすくなったといったことが世論調査結果から現れています。それではウクライナ関連の情報を更新していきましょう。まずは、ドイツのポルシェが戦車生産へと帰ってくるかもしれないという話題。モスクワタイムズより、ポルシェのドイツ工場が戦車の生産を再開か。ドイツの高級車メーカーポルシェは、ドイツの自動車産業の問題と、ドイツ政府の防衛費増額計画を受け、戦車や武器の製造を開始する可能性があると報じられている。ポルシェは、2024年に200億ユーロの損失が出た後、経営陣は厳しいコスト削減策を主張し、事業の新たな方向性を模索しているという。特にポルシェは、防衛関連の事業に最大20億ユーロを投資する可能性があり、無人車両を開発している新興企業にすでに投資している。ポルシェにとって軍用製品の製造はほぼ原点回帰となる。ポルシェは1931年に設立され、第二次世界大戦中にドイツ軍向けの様々な装備品の製造に携わっていました。ポルシェの創設者、フェルディナント・ポルシェは、自らタイガー戦車、マウス長銃戦車、フェルディナント対戦車自走砲を開発しました。また、ポルシェは1958年以来、1963年にレオパルド1と名付けられた戦車や、その他の戦闘車両の開発にも参加しました。輸出重視の傾向が強いドイツの自動車産業は、中国経済の減速の影響を受けている。ポルシェは中国の電気自動車メーカーとの競争にも敗れました。これに先立ち、ドイツ最大の防衛企業ラインメタル社は、自動車部品を生産する2つの工場を軍事目的に転用すると発表しました。また、レーダーシステムを製造しているヘンゾルト社は大手自動車部品サプライヤーのボッシュ社とコンチネンタル社から約200人の従業員を雇用する交渉を行っている。自動車産業の困難は私たちにとって有利に転じた。防衛産業をドイツ経済の原動力とみなす必要があり、防衛産業はこれまで以上に重要な役割を果たすだろうとヘンゾルトの経営者は述べた。今回の報道はあくまでも軍需産業にポルシェが戻ってくるかもしれないよというような一方であり、完全に戻ってくるとポルシェが発表したわけではありません。同様にしてつい最近の出来事としては、フォルクスワーゲン社についても自動車産業が今苦しい状況にあるため、軍需産業にと手を出すかもしれないという報道がありました。そもそも今のドイツの自動車産業は非常に苦しい状態にあります。何しろこれまではとにかく電気自動車を標準車にしようといったところにかなり前がかりになっていました。しかしその大きな後押しをしていた購入補助金が打ち切られたことによって期待していた需要に全く満たないものとなってしまいました。さらにはヨーロッパにおいてはバッテリーメーカーの主要なところがない状態のまま電気自動車を作ろうとしていましたから、バッテリーそのものも自分で作る中国の BYD のような会社との価格競争に発展し、なかなか厳しい状態に陥っています。一方で今、安全保障問題の高まりから各国において軍事予算をもっともっとつけようという機運が高まっています。トランプ大統領はヨーロッパ各国に対しては軍事費は GDP 比 5% を目標にもっとお金を積み上げるようにと要求しています。そのついでにアメリカの製品をもっと買えという話もしているわけですが、ヨーロッパにおいては自分たちの防衛装備品についてはヨーロッパのメーカーでなるべく調達しようという呼びかけも行われています。これは今のところ規制がかけられているわけではありませんが、各国そのようなことを考えてなるべくヨーロッパメーカーに発注しようと努力はしています。そしてドイツ自身もこれまでは軍縮に次ぐ軍縮で予算の削減といったものが行われ、軍隊の規模そのものも大きく縮んできました。しかしそれでは
現在の状況に対応できるわけではありません。そのため、軍事力を確保するためにも、ある程度のお金を出すことを認めるようにと憲法の改憲にも取り組みます。そのような周辺環境の変化に伴って、ポルシェやフォルクスワーゲンも軍需産業へと戻ってくる可能性が報道されているわけです。ただ、かつて戦車を作っていたからといって、いきなり戦車を作るといったことはなかなか難しいでしょう。おそらくはトラックのような従来のノウハウを元にして作れるものから再参入し、そこからすでに存在している戦車の製造に携わるような形で事業を再構築していくといったことも十分あり得ます。ロシアのプーチン大統領は100万人規模だった軍隊を150万人規模へと拡張するといった長期計画に基づいて軍拡を進めています。当面この流れといったものが変わるというのは考えられない状態なので、ウクライナの戦局に関わらず、ドイツの自動車産業が軍需産業へと手を出す可能性はますます高まるものとみられます。さて、ヨーロッパの安全保障問題かなり危機感が高まっている状態の中で外相会合が行われます。そこで大きなテーマとなっているのが国防費の増額です。今回の会合ではアメリカのルビオ国務長官も出席し、ヨーロッパ各国に対して国防費の増額を呼びかけるものとみられます。NATO のルッテ事務総長も記者会見で安全保障に共に取り組むための特に重要な時だ。直面する課題に対し、より強い NATO を構築しなければならないと述べ、国防費の増額に向けて協議する考えを示しています。ルッテ事務総長は、各国における軍事費の増額と同時に、ウクライナに対する支援も着実にお金が集まっていることを話しています。NATO ウクライナに3兆円、1から3月までの約束、支援揺るぎない。NATO のルッテ事務総長は、ロシアの侵攻が続くウクライナに対し、NATO 加盟国が今年1月から3月に約束した安全保障支援額が約3兆2000億円を超えたと明らかにした。トランプ政権によるウクライナへの軍事支援の行方に不透明感が漂う中、NATO 全体としての支援は揺るぎないと強調。永続的な平和を実現するため、支援を継続する考えを示しました。各国からの支援については、おおよそ数百億円から1000億円程度のレベルのものが各国から表明されており、それらを足し算する形で3兆円という額が弾き出されたものとみられます。例えば最近だとデンマークがウクライナに数百億円の支援を行うと発表していたり、スウェーデンなどもやはり1000億円程度の軍事支援を発表していました。イギリスやフランスもまたやはり1回あたりの支援額については1000億円少々といったところで、コツコツとした軍事支援の積み上げが大きな金額となっています。そのような形でお金が集まることによって、ウクライナへの支援は形となっています。ウクライナに9月まで弾薬供与、チェコ主導で。チェコの外相は、チェコが主導して進めているウクライナへの弾薬供与計画について、新たにカナダ、ノルウェー、デンマーク、オランダから追加の資金協力が得られたと明らかにした。今年9月までの供与継続が可能になったという。外相は、戦場でのロシア軍のウクライナ軍に対する弾薬の優位性が以前の10倍から2倍にまで減少したとした。チェコは昨年、この枠組みを通じて、計150万発の弾薬をウクライナに供与した。チェコはウクライナ支援に積極的。パベル大統領は今年3月、イギリス、フランスなどが計画する和平後のウクライナへの部隊派遣について参加の意欲を示している。ヨーロッパ各国からウクライナに対する砲弾をはじめとした弾薬供与。このルートは主に3つあります。それは EU 全体としてのウクライナに対する軍事支援で砲弾を調達する。これはヨーロッパ域内のメーカーが担当しています。もう一つがそれぞれの国の独自支援としてウクライナに供与するもの。その国の予算でその国の軍需メーカーが生産し、ウクライナに供与するものです。最後の第三の道というのがチェコが主導する砲弾調達。これは世界各国の砲弾製造メーカーなどに対して発注するもので、ヨーロッパ域外のメーカーなどに主に声をかけているものとみられます。チェコはどこの国のメーカーがこの契約に応じているかは秘密にしていますが、お金さえ積めば砲弾を作ってくれるメーカーがあることは実証されており、2024年は150万発の砲弾をウクライナに供与したとのことです。最後に、アメリカ・ロシアとの間における停戦協議の話題がたびたび出ることによって、ロシア国民の考えにも少し影響が出ているかもしれません。読売新聞より、ロシア国民5割が30日停戦支持。侵略長期化で戦闘終結望む人が増加か。ロシアの独立系世論調査機関
レバダセンターが発表した世論調査によると、アメリカ提案のウクライナとの30日間の即時停戦案を支持すると回答した人の割合は 50% で、支持しないの 41% を上回った。ウクライナ侵略の長期化に伴い、戦闘終結を望む人が増えているとみられる。停戦支持の理由は、戦争を早く終わらせるべきだが最短の 29%、支持しない理由では、ウクライナに軍備強化の時間を与えることになるが 37% で最も多かった。停戦交渉を今始めるべきだと考える人は 58% で、2022年9月から10ポイント上昇した。停戦の仲介を目指すアメリカのトランプ大統領は、プーチン大統領にウクライナでの30日間の全面的な即時停戦を提案したが、プーチン氏は受け入れなかった。前のバイデン政権の行ってきたウクライナへの支援は、どうしても規模が足りないであるとか、送る兵器の解禁が遅いということなどを私は批判してきました。しかしそれでもヨーロッパ全体とイコールになるぐらいには大きな軍事支援でした。トランプ政権に代わってから新規の予算立ては一切行われてはいませんから、かつてのバイデン政権の決めたものが細々と送られている状態で、現在のアメリカによるウクライナ支援の主軸は情報支援になっています。ですから、弾薬などの主軸の軍事支援については、これからヨーロッパがどれだけ担うことができるかが、ウクライナの戦況に大きく影響します。ヨーロッパは再軍備計画を構想として発表し、各国においても防衛費を上積みすることは、ある程度全体の方向として定まっています。ただしそれは政治的な決定であり、まだ議会で大きな予算を獲得し、それを執行するといった段階ではありません。NATO のルッテ事務総長は、これまでに3兆円以上の軍事支援のお金が積み上がったとはしていますが、これもまたやはり実際に軍事支援が形となってウクライナに届くまでは時間がかかるものです。それだけに今がウクライナにとっては非常に苦しい時期であり、この時期をいかにしてやりくりしてヨーロッパからの本格的な軍事支援が始まるかを待たねばなりません。ただ一方においてロシア国内においても戦闘の長期化に伴う悪影響といったものはじわじわと悪化しているわけですから、プーチン大統領の考え通りにこの戦争が進むかどうかは疑わしい面があります。プーチン大統領としてはこの先何年も何年も人海戦術で戦い続けるといったことを想定しているわけですが、戦闘の長期化に伴って亡くなる人や死傷して戦場から帰ってくる人たちの数がどんどんと増えていくことは避けられないわけで、戦争を永久的に続けることができるわけではありません。プーチン大統領のウクライナ侵略というのは結局のところ NATO 加盟国を増加させ、ヨーロッパを目覚めさせようとしているわけで、自らの首を絞めているとしか思えない行動です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はこの機会にぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、スーパーチャットのご利用などもぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。